最近の熊事件の多さについてどう思いますか？ 5 人亡くなってて100人以上怪我みたいな、保育園の昼寝中に保育園に行ってきたみたいなのがあって、メガソーラーのせいじゃねえの？調べたデータとかあるわけでないので、全然言ってること間違ってるかもしれないですけど、結局その山に餌がなくなったせいで熊が人里に出てくるっていう風には言われてるんですよね、昔から。なので、昔はそのなんか山の中って全然役に立たないから放置されて、どんぐりとか木の実というのが勝手に育ってたんですけども、全然人がいないような山にソーラーパネルを大量に置くと電気が生まれていいよねっていうのがあって、その結果こう伐採しまくって植物が減って、そこでクマが食べるような食べ物が減ってしまったっていうのが原因だとすると、メガソーラーのせいで人が死んでるよねっていう話になると思うんですよ。もちろん電気大事だよねとかっていうのはあるので、電気と人間の位置どっちを取るのっていうので、原子力は人が死ぬよねとか、火力発電は人が死ぬよねって言うんですけど、あれメガソーラーも人死ぬんじゃねって思うんですけどね。なのでなんかメガソーラーの本当のコストっていうのは結構高いんじゃないかなって気がするんですよね。ソーラー電池を家につけると電気代が安いので、電気自動車の方がガソリンの自動車より得ですみたいな知る人いるんだけど、メガソーラーというかソーラーパネルの設置するのとか買ってくるのとか、じゃあそれの処理費用とかっていうのと、あとはそのなんかいろいろな補助金とかっていうのを外した場合に、本当に太陽光発電を素人がやった方が得なのかっていうと、結構眉唾なんですよね。これがなぜ僕が眉唾だと考えるかっていうと、東京電力とか電力を発電することによってお金を儲けてる会社がソーラー発電あんまりやらないんですよね。九州電力は多少やってるみたいなのがあって、なのでこの地域でこれだけ日照量多いんだったらソーラーパネルを置いた方が効率がいいよねという部分はもうやっていて、そうじゃないところというのをバシバシ本業じゃない人たちがやってるっていうのがあって、本当にコストを計算すると、実は太陽光発電とか風力発電ってコスト合わないっていうことなんだと思うんですよね。なので、東京電力とかの場合は補助金がないのが前提で業務的にやろうとしてるので、って考えると、果たしてソーラー発電、メガソーラー、日本中に増やしてどうすんのっていう。そのね、屋根をソーラーにして、電力を補助金なしでプラスになる家もあると思いますけど、プラスにならない家も結構あるんですよ。なので、本当にそのね、その地域の日照量と、周りにどれぐらいか建物があるかとかによるので、一概にソーラーパネルは必ずいいよねみたいな話じゃないんですよ、小池さん。今東京ってさ、新築で家を建てると、必ずソーラーパネルを置かなきゃいけないみたいなルールがあって、ソーラーパネルを置くと、本物を置くと高いから、ソーラーパネルっぽいパネルを数万円かなんか置いとくと、それソーラーパネル置いたということになり、そこのペナルティの罰金払わなくていいっていうのがあって、ゴミ増やしてんですよね。ソーラーパネルっぽいパネルっていうのを買ってきて置いて、で、それゴミなんで、いずれこう捨てることになるんですけど、ただゴミ増やしてるだけなんですよね。長期的に物事を考えない頭の悪い人たちが仕組みを作ると、結果としてもっと悪いことをするっていうありがちなパターンなんですけど、はい。撃退してるおじちゃんとかいるんですよ。確か何年か前にもいたと思うんですけど、クマって、まずじゃれて絡むパターン。餌だと思って絡むパターンがあるんですけど、殴り返されるだけでビビっていなくなるが結構あるらしくて、確か3年前ぐらいおじいちゃんがね、クマの鼻殴って、クマが行ったって言って逃げてったっていうのがあって、なので一応ね、クマを追い返すっていうのをやれた人はいます。これはただ、別になんか、超強いとかじゃなくて、単純になんか殴り返されると思わなかったっていうだけで嫌がって帰ったっていうだけで、そうそう、クマに会った時にはまず動物大体そうなんですけど、目線をそらすと襲ってくるし、後ろを向くと後ろを向いたものを追っかけてしまうっていうのがあるんですよ。肉食動物の習性として逃げるものを追っかけてしまうっていう習性があるので、もしクマがいたら正面からクマを見てちょっとずつ後ろずさってくださいと言われています。大きな声を出すとかが実は良くないという説もあります。大きな声を出してびっくりしてしまうと、びっくりしてるから攻撃しなきゃっていう風にクマがなってしまうので、なので大きな声を出さずに自分の体を大きく見せて、大きく見せるということは相手にとって怖いなと思わせるので、自分の体を大きく見せてクマの目を見て後ろずさっていって
で、ある程度後ろずさってからめちゃくちゃ大きい声を出したりとか、石をぶつけて大きな音とか、金属のものがあるんですけど、金属と金属って大きな音が鳴るので、っていう感じで、普通の動物ができないようなことをやって逃げるというのが正解ではないかと言われています。鈴で近づいてきちゃうらしいんですよ。鈴で逃げるくらいのクマは人間に近づいてこないんですよ。なので、鈴レベルではビビらないようなクマが逃げてしまうっていうのがあったりするので、ちなみに僕クマに会ったことないので、僕が今言ったことは全部嘘かもしれません。なんとなくね、クマ対処法とかをちょこちょこ見るので、一応ね、僕が言ってること今んとこ正しいんじゃないかなと思うんですけど、これがね、結構ね、スプレーって届く範囲って1メートルとかなんですよ。もうクマが1メートルまで近づいたら死ぬと思ってください。まあ5メートル、10メートルぐらいで気づくと思うんですよ。で、こっから距離を詰められた時点で、もうスプレーとかやったとしても、多分驚いて攻撃されます。なので、スプレーが届かない距離で、後ろずさっていって、クマが近づいたらやばいなという状態にしなきゃいけないんですよ。なので基本的にはね、スプレーを当てられるような距離に近づいた時点で、もう自分負けだと思ってください。紙だったらいいんですけど、風下だとスプレーでやって、ゴホッとかなって目をそらした瞬間に襲われて死にます。なので、慣れてない武器を使うっていうのは結構良くないんですよね。自分が風上だったらまだいいんですけどね。そんなにね、綺麗にね、自然な状態で風がちょうどよく相手の方に行くなんてならないっすよ。本当に人間を怖がるクマであれば、人間が風上にいた時に人間の匂いを嗅いで、あ、人間だ怖って言っていなくなってるはずなんですよ。なので人間の匂いを嗅いで、それでも風上の人間に近づいてくるっていう時点で、かなりやべえやつなんで、スプレーでなんとかなるみたいな、近づいて攻撃するような武器を使おうみたいな、もちろんスプレー持ってたら使った方がいいですよ。使わないぐらいなら使った方がいいんですけど、スプレーがあるからなんとかなるだろうっていうのと、あとスプレーを出そうと思って、下を向いてカバンを探すとかっていう方がよっぽどリスクが大きいので、目をそらさない方がよっぽど大事です。はい。爆竹も火つけられないと思うんだよね。逃げるが勝ちなんですけど、後ろずさって逃げるが正解で、目をそらさない方がいいっていうね。結構死なないっぽいんですよね。さっさと殺さないで結構いたぶるらしいんですよ。即死させないっていう説があるので、結構苦しむという説があったりするので、なかなか、死んだふり効果ないらしいですよ。クマの対処法とかで致命傷を避けるために頭を押さえてこうやってなんか亀の形をして地面に寝っ転がってなんとかこう命を守ってくださいっていうのがあるんだけど、これ周りに人間がいる時とか誰かが助けてくれる時にはその姿勢もいいんだけど、その状態でずっと攻撃され続けて死ぬだけなので、死ぬまでの時間が伸びるだけなので、基本的にその状態になってもしょうがないと思うんですよね。正解はね、山に行かないっていう。はい、このクマは人間と距離感を置いてちゃんとやってるよねって思われていた知床かどっかの北海道のクマが最近人間を襲ったんですよね。で、一人の人が襲われましたって言って警察に通じ消防署に行ったんだけど、もう一人は結局連れてかれてしまって行方不明のままじゃなかったかなっていう感じで、ラオスか。OSO18 はね、とっとと死んでたっていうのがあります。はい、ちなみになんか OSO18 プライベートで狩ろうとしてたっていう東さん。OSO18 の事件があった時にプライベートでクマ狩りに行こうとしてたっていう東さん。OSO18 が狩られてたから行くのやめたって言ってて、もうプライベートでクマ狩りに行こうとするっていう時点で、やっぱあの人あたおかで面白いなと思って。あれ今年なんかね、クマ狩りに行くんじゃなかったかな。本当に動物って食うの好きだなこの人っていう。スプレー持つくらいやったら東出さん連れてった方が全然安全なんじゃないかなと思います。はい、東出さん12丁持ってくっつってましたよ。やっぱ1丁だと一発外したらアウトなんで、ちゃんと2丁持ってくって言って、北海道はちゃんと狩猟機関で狩猟免許を持ってる人であればクマでも大丈夫です。はい、普通に東出さんの地域の北関東では東出さんがよく狩りだったり死んだ動物とかを受け取って食ってますよ。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。